2016年もついに開幕した D1 グランプリシリーズ。ここに記念すべき節目の年を迎える男がいた。祝寿ユーラス20周年記念ということで、私ほんの軽い気持ちで営利目的で始めたここ20年経ってしまったですよ。今までいろんな偉業を達成してきたですね。これちょっといろいろ振り返りながら見てみたいと思うんですよ。ドリフト界へのデビューから奇抜なキャラと卓越したトークで縦横無尽に活躍してきたノムケン。同時に常識にとらわれないアイデアマンとして数々のヒット商品を世に送り出した。今回はその偉業を振り返ってみる。ユーラス20周年ノムケントレンド列伝。息子圭一が生まれた1996年、ユーラスも産声を上げた。当時は自身が経営する内装業との二足のわらじでスタートした。これなんで始めたかというと簡単ですよ。タイヤ交換とかお金かかるとですよ、やっぱり。夜のサーキット夜な夜な出かければいいけど、交換代とかタイヤ捨てるのが大変で、やっぱりこれは自分でなんかチェンジャー買った方がいいんじゃないか。ここが始まりですね。自分の車がやりたかったから、チェンジャー買って建物を建てた方がいいけど、もったいないなと思いつつ、まあ誰でも気軽に来れるように、そこが始まりですよ、スタート。記念すべきオリジナルパーツ第1号はパイナップル。リアメンバーの取り付け部分に挟むのだが、フロント下がりにつけるとトラクションアップ、逆にリア下がりにつけるとトラクションダウンの効果が得られる。発売当時ボリドが試乗した映像を見てみよう。一応というのはメンバーの柔らかいゴムの動きですごく車が逃げるんだけど、そういうのがね全然ないよ。これは9800円なら買いでしょ。パイナップルのおかげでこうギュッと荷重かかった時、キュッとタイヤがねちゃんとタイヤに荷重がみっちり仕事して粘るね。粘って前に進む。前に進む。それから流れ出しもすごく分かりやすい。粘りながらぐるぐるっと流れてくるから、でアクセルを踏んでいくと通常だと1音だとこうぐにゅっていって横に逃げるんだけど、それがなく前に進む。やっぱりね、火星人使って発明しただけのことはあるですね。流行る流行る。やっぱ最初に作ったのは手軽なもの、交換しやすいもの。なぜならば私メカニックでも何でもなく、どっちかというとメカ運賃。もう自分が欲しいものとか自分が好きなスタイルでなんか作りたかったので、まあ本当にそんな感じでやっとったですね。知恵の輪に至っては相当バカにされたですよ。タイロットここに分かれたらハンドル切れるようになるって言ったら、いや全員がトーアウトになる、トーインかな、それにしかならんと言われて、もう大反対、相当バカにされたんですけどね。で自分でやって勝ち誇ったね。ほら言わんこっちゃなか、俺は天才バイト思ったですね。これ以来 U ターンが楽になりました。以来誰も聞いとらんですね。ゴールド免許ですよ。俺は天才、こんな感じで思ったですね、本当に。当時注目されていなかったタイロッドと切れ角に最初に目をつけたのがノムケンだった。ここから切れ角アップパーツが一気に増える。発売当時谷口もその効果に半信半疑だったが、いいかも。これね、いいわ。いい。最後の1個もあるだろ。あるあるある。他にもテコの原理で簡単にサイドブレーキを引けるタツノ落とし子など個性的なパーツを次々と生み出してきた。その発想の原点はどこにあるのか。タイミングとしては人が困ってる時と自分が困った時にですね、昔はこれ自分でやっとったじゃないですか。なんでこれジャッキ硬いんだろうとか、やっぱ自分で乗ってて自分でメカニックみたいなことをやってて自分で交換しなきゃいけないとなると楽な方になってくるとですよ、楽な部品はないのかな。多分ねこんな考えが
いろんなものを作ってきたんじゃないかと思いますよ。さらにエアロパーツでも一大ブームを作り上げた。中でも D1 グランプリで乗っていた ER34 は中古車市場が値上がりするほどの人気を誇った。エアロパーツとかやっぱり時代ってなんか形が変わってったりとか、その時自分がつけたいなっていう形のものを作って、自分の好きな車が作りたいので、もうこの車種だけで何種類もあったりとか、多分ねちょっと特殊な感じかもしれんですけど、なんかね自分がつけたいなと、かっこいいなと当時思ったと、そういう形のものを作るようにというよりも作ってしまうとでしょうね、多分ね。今ねお店絡めてやったロケとか取材とか思い出に残るのはやっぱりねルーズソックス大好き。道行く一般人を捕まえてドリフトを覚えさせようとスタートしたこの企画。ノムケンが手取り足取りドリフトの基礎をレクチャーし、数々の名シーンを生み出した。その主役となったのがルーズ小林。名前の由来となったのがロケ中に生まれたこの名台詞。ルーズソックス大好き、こういうふうに覚えてもらえる。そう、何でしたっけ？ルーズソックス大好き。そう、それを車屋さんに言えばいいとですね、ルーズソックス大好き。さあもう一度、ルーズソックス大好き。さあもう一度、ルーズソックス大好き。ユーラスでオリジナルマシンの製作にも挑戦。そんな感じですね。お、子供を取り出した場合、お父さんも一緒にさあ取り出すと、コマンジやりたい。あ、すごいすごい、誰か聞いとるかもしれん。しかしドリフトはなかなか上達せず。危なか何をやっとるのかね、あの男。コマンジをやっとるんじゃないのかね、もしかして。覚えの悪いバカチン親父、あれはねすごく印象に残っとるですよ。一般人捕まえてドリフトを教えようという、通常の雑誌社はやらんですよ。ノムケンといえば外せないのは陳車。新たなドリフトベースチューニングの提案として奇想天外なマシンたちを作り上げてきた。そのいくつかを見てみよう。まず最初はプログレ、この車ですね、大変ねおじいちゃんに人気がある、街ですれ違う 98% が D ちゃん、あとの 2% おばあちゃんが乗っとるというこのマシンですよ。なんとね純正で FR、そして 1J2J が乗っとるですね。まあこれはドリシャにしない手はないだろうと作ってみましたばい。これはね110系の新しかエンジン、ターボエンジンに乗せ替えてみたですよ。キャビンもでかいのつけてみたですね。約400馬力ぐらいは出てるんじゃなかですか。こうやっておじいちゃんの車も整形手術と臓器移植でかなり蘇ったですよ。まあね、じいちゃんの車にスポーツのタイヤはいらんですよね。というわけで、ストリート走行用のタイヤをつけとるんですが、ちょうどいいかもしれんですよ、このタイヤが。意外とね、フォードはセダン、動きがゆっくりで乗りやすいかもしれんですよ。初めて乗った割にはちゃんとドリフトができたですね、今ね。このラシーンという車、ものによっては0円、から10万円もあれば十分買えるとじゃなかでしょうか。結構リーズナブルな。でね、車種によって SR が乗っとる車があるとですよ。しかもね S15 のターボエンジンを乗っけてみたですよ。タービンもまたでかいのつけてみたですね。ウエストゲート仕様、続いて足回りでかいキャリパーがついとるですね。ローターもこれ34のやつですよ。そして車高調がなんと S13 のフロント、そしてメンバーはそのまま S13、車高調もなんと S13 がぴったり。しかもフロント用、この車は実は4輪ともフロントの車高調がついとるんですよ。早か暴れとるですよ。もう後ろがパワーありすぎのような気がするですよね。そのうちどっか行きそうばい。これはね難しい。おお、もうね手が追いつかん。フロントのグリップがやたら高すぎ。だいぶエジソンが前に行っとるんですか。そんなことはなかですよね。フロントはがっつり設置しとるんですけど、リアがなんかふんわり感がある。非常に危険が危ないパターンですね、これ。ほらでかか、このエジソン12気筒ですよ。よく考えるとシルビアの約3倍入るわけがないとですけど入ったんですよ。このエジソンの馬力というと多分ね
カタログで見ると280馬力、トルクがよく分かりません。皆さん自分で調べておいてください。さあというわけでこのマシン一見シルビアに見えて中身が全部トヨタ社のものとかスカイラインになっとるんですよ。この車がどんな走りをするのか。ギア変えんですよ。お4のまま回れるですね。ずっと4でいけるじゃないですか。もう低速でもね3に入れてそんなに回転上げずともねこうやってドリフト可能ですよ。ほら頭はちょっと重たいですね。でスピード越しても3で3のままいけるですね。これほら意外と初心者とかでもやりやすいかもしれんですね。これだとまたスカイラインバイク思っとらんですか。ちょっと違うところがあるとですよ。変わったものといえばこれそう陣営を提示しました。ボーターついてませんね。ボーターなしの 4.5 リッター V8 ですよ。まあそんな馬力はないですけどトルクがあるとやっぱね気筒は多い方がいいね。気筒おいい加速。トルクがね素晴らしい。ほら低回転からでもこう効くですよ。低回転からでもねどんどんこうやって加速体制に入れるような気がする。ほら伸びがある。こうしてさまざまなブームと話題を生み出してきたノムケン。次は何を見据えているのか。今後作りたいものは頭の中にいっぱい。それはもちろんドリフトの部品もあるですけど違うもの、車が好きでもないけど車につけているものなんかねそういったものを作りたいとですよ。人が作ってる天才だなと思ったのがエアコンの吹き出しにつけるドリンクホルダー。あれねすごく頭いいなと思ったんですね。で車知らなくても車好きじゃなくてもそういうのみんな買ったじゃなかったですか。なんかそういうものを作りたいなそんな感じで今考えてるんですけどなかなかねこういうことばっかりやってると思いつかんですね。では最後にノムケンの最新映像をお届け。東京ドリフトの2日目新競技 D1 クロスに参戦。対戦相手は同じくショップに10周年を迎えるウエチン。2台が用意ドンでスタートしそれぞれ違ったラインを走り最後に再び合流する D1 クラス。どんな戦いになるのか。さあいよいよスタート1組目どういう対決になるのか。シグナルグリーン勝ったさあイン側から上の前がそして野村健がいく。さあこの2台の足がどういうことになるか。まだインコースぐーっと上野が回る。上野が最後ターンを奪っていった。そしてその後ろからイエローサイド野村健だ。そしてここでのサブロックはまだ上野の方が若干先行していますが当然この辺は先行してなくてはならない。この辺は先行しなくてはならない。さあ向こう上下戻ってってこのカットを回っていく。さあ野村健も少し泳いできた。さあそして最後の合流ではこれは上野が前だ。これは上野が前だ。これは取った。これは野村健ちょっと回転に手こずった。このままボクでフィニッシュ。上野高弘やっぱ面白いですね。結構差つきましたね。やっぱりねコースのインアウトがあるんで、はい初めの8の字に入るのは差があるんですけど、はいやっぱりね上野さんのね乗り方がね全然変わりましたね。全然煙出さないね、もうはい小刻みにアクセル踏んでましたよ今。そうなんや、は結果は惜しくも敗れたが今年はやってくれそうな予感。まあこんな感じで20年目を迎えましたが21年22年30年40年50年と、もうちょっとやっていきたいと思いますので皆さんぜひ URA エースですよ。猿を逆にしたやつユーラスぜひよろしくお願いするです。ドリフト界の発明家としてこれからもまだまだ突っ走ってくれ。